旅行といえば、気の合う仲間と家族と恋人とみんなでワイワイする。思い出を共有して写真を撮って楽しかったねと笑い合う。でも今回の主人公はそっちじゃない。誰にも合わせず、誰にも気を使わず、誰とも予定を合わせなくていい。あえて一人を選び、自由な旅に出かけられるあなたです。今回は一人旅行できる人が、あえて一人を選ぶ8つの理由を言語化していきます。動画を最後まで見終わったあなたはこう思うはず。よし、一人旅の計画でも立てるか。一人旅行好きのあなたがさらに自己理解を深めるスイッチを押していきましょう。一人旅行できる人があえて一人を選ぶ8つの理由。1、肩書きや役割から一度離れたいから。人は思っている以上にずっと何かを演じています。会社では部下、上司、同僚。家では親、旦那、妻、子供。友達の前では明るい自分、気を使う自分。無意識のうちにその場にふさわしい役割を演じている。でも一人旅行ではその役割が全部なくなります。心理学には社会的役割理論という考え方があります。人は環境に応じてその場に求められる自分を演じている。それ自体は悪くないし、社会で生きるためには必要です。でも常に役割を演じ続けると本来の自分がわからなくなるんです。なんか最近自分がよくわからない。人生で何をしたいんだろう。そう感じる瞬間はありませんか？脳は他者の目を強く意識する構造を持っています。前頭前野はどう見られているかを常に計算しています。私たちは日常で無意識に気を使っている。でも一人旅行では誰もあなたを知らない。誰もあなたに注目していない。その瞬間、脳の社会的監視モードが緩んで解放されるんです。何者でもなくなるし、何者にでもなれるのが一人旅行。2、人生の主導権を取り戻したいから。私たちは実は自分で決めていない時間を多く生きています。起きる時間も、仕事の時間も、休む曜日も、ある程度決められている。学校もそうだったし、会社もそう。与えられたレールをうまく走ることが社会的な評価基準。人間には自分で選んだと感じたい本能があります。誰かに決められた選択より自分で決めた選択の方が記憶にも感情にも強く残りやすい。一人旅では今日はノープラン。もう一泊しようかな。知らない街で降りてみようか。すべて自分で決めれます。誰かに認められなくてもいい。でも自分で決めたと思える。この感覚が驚くほど満たされる。一人旅行できる人は無意識にこれを求めていたりします。自分で決める回数が増えるほど人生をコントロールしている感覚が強まります。これが自己効力感。成功している人ほど他人の期待より自分の選択を優先しています。小さなことでもいい。自分で決める。一人旅行はその小さな選択と行動のトレーニング。一人旅行できる人は人生のハンドルをもう一度握り直して主導権を取り戻しているんです。3、誰にも縛られない余白が欲しいから。旅先のカフェでただコーヒーを飲んでいる時間。誰とも話さず、スマホも開かず、ただぼーっとしているだけ。あの時間がなぜか好き。私たちは普段隙間を埋めるように生きています。スマホ、LINE や SNS の通知、会話、予定、締め切り。何かで埋まっていて隙間がない。現代人は特に短期刺激型のドーパミン依存が深刻化しています。脳は常に刺激に飢え入力を求める。でも常に外的刺激があると自分の内側の声はどんどん聞こえなくなる。一人旅では沈黙が気まずくない。会話で無理に埋めなくていい。急がなくていい。そこに生まれるのが余白。脳はぼーっとしている時にデフォルトモードネットワークが活性化します。これは記憶の整理、自己理解、未来の想像をしている状態です。つまり余白はただの休憩ではなく自己再構築の時間なんです。一人旅行できる人は刺激よりも深さを求めている。賑やかさより静かな充実。余白が生まれると本音に気づけるんです。4、孤独を不安ではなく自由だと知っているから。多くの人にとって孤独と聞けばネガティブな印象があります。誰かがいない。何かが欠けている。だから不安になる。でも一人旅行できる人にとって孤独という意味は全く違います。孤独とは誰にも干渉されない状態。それは欠如ではなく解放を意味します。一人で街を歩いているとき、誰にもせかされない。誰にも合わせなくていい。そこにあるのは自由なんです。人は社会的比較から大きなストレスを受けます。誰かといると無意識に比較が始まる。自分はどう見えているか、遅れていないか、浮いてないか。でも孤独の時間は比較が止まるので軽くなるんです。一人で安心できる時間は副交感神経が優位になります。これは安全な状態。つまり一人旅行できる人は孤独イコール危険という回路を持っていません。孤独イコール安全。この認識の違いがあります。
孤独を不安と感じる人は外側に安心を求める人。孤独を自由と感じる人は内側に安心を持っている人。一人旅はその確認作業でもあります。少し前に親がタイの僕の家に遊びに来た時に、こんなところに一人で住んで友達も作ってないと自分だと寂しくて無理だと言ってました。しかし僕からしたらこの孤独は自由で解放なんです。東京で人の目を気にしながら、人と比較しながら自分の存在意義さえも見失って群れて生きていた僕からすると、やっとたどり着いた孤独。人によって受け取り方は全く変わるんだなと思った出来事でした。5、群れなくても大丈夫だと分かっているから。人は本能的に群れます。群れの中にいると安心するから。同じ方向を向いていると間違っていない気がする。これは弱さではなく、それが正しいと教えられてきたから。でも一人旅行できる人は群れを否定しているわけではなく、群れなくても成立する自分を知っているんです。人は集団にいると無意識に意見や行動を合わせる傾向があります。空気を読むことは社会性。でも同時に自分を多数派の型にはめる瞬間でもあるんです。一人旅では空気を読まなくてもいいし、多数派を気にしなくてもいい。そこにあるのは自立です。一人旅行できる人は群れずに自分が今楽しいかで動ける人、そして自分の満足を旅の中で見つけられる人なんです。6、偶然の接点を楽しみたいから。旅では様々な偶然が起きますが、特に人との接点は一人旅行の方が多くなります。以前の一人旅行の動画のコメントにもあったんですが、偶然入った居酒屋で同じく一人旅の人と話して、それぞれの旅の話に花を咲かせたり、観光地に行っても話しかけられやすい。僕も一人でタイに移住してみて実感しますが、どの国から来たのとよく話しかけられます。一人でいることで空いている席ができる。その席に偶然誰かが座るんです。人はグループでいると閉じた空間を作りやすくなります。グループに突撃して話しかけにくいですよね。しかし一人でいるとオープンな存在になり、出会いの接点が増えるんです。この偶然との接点は人だけじゃなく予定もそうです。プランにはなかった場所に急遽気が向いて行ってみた。全く目星をつけてなかった店が気になって入ってみた。人と行く旅行ではこれは相手の承諾がいります。しかし一人だと柔軟に動けて偶然との接点が生まれやすくなるんです。7、自分の可能性を試したいから。当たり前になった日常では自分の可能性を試せず、むしろ蓋をしてしまっています。いつもの街、いつもの会社、いつもの言葉、いつもの人間関係。その中では自分の本当の可能性は見えにくい。一人旅行では道に迷ったりトラブルが起きて判断を迫られます。でも身近な誰かは助けてくれません。だから自分で考えて何とかする。その瞬間に自分でもいけるなと思うんです。できないことって大体は自分の思い込みだったりします。人は自分が想像する範囲の自分を生きているからです。しかしやってみたらできることはたくさんあります。僕は一人で海外に住むまで一人で海外に行ったことすらありませんでした。以前までの自分は一人で海外なんて英語も話せないし不安が多いだろうとできない前提で海外旅行は必ず誰かを誘っていたんです。しかしここ数年は自分の可能性を広げることを大事にしてて、一人で海外移住もできないではなくまずやってみようとなったんです。でやってみると全然できて、今はタイでのビジネスも考えているくらいです。一人旅行は数々の課題を自分で乗り越えると同時に自分の可能性を広げられるゲームでもあるんです。8、本音に素直に生きたいから。ここが一番重要かもしれません。自分は本当はどうしたいのか。日常は空気、常識、周りの予定、他人の期待、いろんな声が混ざっています。その中で自分の声は少しずつ小さくなる。一人旅行では誰かのための時間を過ごす必要はありません。残るのは自分の本音。今どこ行きたい？何食べたい？何を感じてる？すべて自分との対話。ふとした瞬間に思う。この時間好きだな。この景色好きだな。この雰囲気いいな。別に誰かに共有しなくてもいい。誰かに証明しなくてもいい。ただ自分がいいなと思う。それだけで十分なんです。一人旅行を通して自分がどう生きていきたいのか、どんな人間でありたいのか、これから何を大事にしたいのか、この人生の核心に触れることができます。多くの人はこの核心に触れないまま忙しい毎日の中で時間だけが過ぎていきます。一人旅行できる人は自分の本音を無視せずに素直に生きている人なんです。まとめると、役割を外し主導権を握り余白を持ち孤独を自由に変え、群れなくても揺れず偶然を楽しみ自分を試し本音に戻れる人が一人旅行できる人なんです。あなたの一人旅行のエピソードや感想、理由があればぜひコメントで教えてください。なんと YouTube の登録者が1000人を突破しました。ありがとうございます。ここまで来れたのは動画を見てくれた一人一人のおかげです。半年前に YouTube を始めて最初は10回も再生されなくてどうしようかと思いましたけど、
継続は力なりを改めて実感しています。これからもこのチャンネルでは、ただ語るだけではなく、自己啓発を自分の人生で証明しながら発信していきたいと思います。旅するように生きることを大事にして、多くの仲間に出会うことを楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。ここまで見てくれているあなたは、さらに自己理解を深められるすごい人です。一人旅行できるあなたは、自分にとっては当たり前かもしれませんが、周りから見たらすごい人なんです。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。